はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、ビットコインの情報について共有の方をしていきたいと思います。海外の方から情報の方を精査してまとめておりますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。まずですね、正式には1月5日から1月10日までとなると、これはですね、ビットコイン ETF の承認についてのですね、情報になります。つまり、1月8日、9日、10日のいずれかに承認される可能性があるということだ。皆さんカレンダーに印をつけておいてくださいということで、情報の方、共有の方がありましたので、そちらの方ですね、共有の方をしていきたいと思います。このですね、スコット・ジョンソンさんって方ですね、金融弁護士の方です。さて、SEC は明日、フランクリン・ハッシュデックスの遅延を連邦登記簿に、掲載する。例年より、迅速な発表であることから、今回も承認の可能性を整えるためのものであることがわかる。これにより、意見聴取期間は来年の1月5日までとなると。アークの締め切りは1月10日ですということで、資料の方をもとにですね、共有の方をしてくださってます。で、さらにですね、これで正式になりましたということですね、そちらの資料の方も共有の方されてます。で、これに関してですね、金融情報メディアブルームバーグの LP、ブルームバーグ LP のアナリストである、ジェームズ・セイファートさんって方ですね、共有の方をされております。正式には1月5日から1月10日までとなると。つまり、8日、9日、10日のいずれかに承認される可能性があるということだと。皆さんカレンダーに印をつけておいてくださいということで共有の方をされております。はい、続いてですね、スポット型ビットコイン ETF 承認の可能性がある次の枠が正式に1月5日から10日にということで、ビットコイン情報メディアのですね、ビットコインマガジンの方がですね、ツイッターの方で、X の方でですね、共有の方されてます。ETF は承認されるのでしょうかということですね。はい、続いてですね、こちらが、またビットコイン、マガジンですね。SEC がビットコイン ETF の申請予定者と珍しい合同電話会議を行うということで、共有の方されております。決定は1月10日までに来るということで、FOX ビジネスを引用されております。で、FOX ビジネスのネットワークのですね、シニア特派員であるチャールズ・ガスパリーノ氏もですね、コメントされてまして、スクープと、SEC は BTC ETF のスポット申請予定者と異例の合同電話会議を行っている。SEC は BTC の ETF を、小口投資家に販売する許可を与えるかどうかの決定を間近に控えて、いると。FOX ビジネスは昨日1月10日までに決定が下される見通しだと報じている記事作成中ということで、こちらがね、そちらの記事になります。SEC ビットコイン ETF の承認が間近に迫る中、希望者と電話会議を開催ということで、こちら一度ですね、FOX ビジネスの、記事のですね、リンク載せております。今回の動画の概要欄の方に今回の動画の元記事のリンク貼っておきますので、そちらクリックしていただいて、こちらのリンククリックしていただきますと内容の方を確認することができます。はい、で続いてですね、SEC は本日ビットコイン ETF の申請者と異例の会合を開いたということで、ビットコインマガジンですね。FOX ビジネスによると、SEC は本日ビットコイン ETF の申請者と異例の会合を開いたと。で、このビットコインマガジンの方もですね、記事の方書いておりますので、こちらリンク載せております。はい、続いて、ビットコイン ETF のスポットに関する、SEC からの最近のガイダンスは1月10日までに承認される青信号であるとのことということで、こちらまた FOX ビジネスの方ですね、引用されているのかと思います。強気ということでコメントされております。はい、で続いてですね、またビットコインマガジンですが、ビットコイン ETF の最終的な修正日は12月29日で、あることを確認したと。いうことで SEC は金曜日までに完全に完成し提出された申請は最初の第1波に、含まれると発行者に伝えておりますということで共有のされています。はい、続いて、キャシー・ウッド氏、ブルームバーグに語る SEC がビットコイン ETF のスポットを承認する可能性は確率が上がったと思うということで、ビットコインマガジンですね、こちらコメントの方されております。で、このキャシー・ウッドさんって方はですね、アークインベスト創設者である CEO 兼 CIO で、今回ビットコイン ETF のね、申請者の中に含まれております。はい、続いて、明日は最初の承認の可能性の第1波に含まれることを希望するスポットビットコイン ETF 申請者のための報告された期限でありますということで、これ以上の修正はあるのだろうかということで共有のされています。
はい、そしてですね、その後、ビットコイン ETF の第5回修正案を SEC に提出した、承認前の最後の一つでしょうかということで、このね、早速修正案がまた締め切り前に、提出をされましたと。先ほどのアークインベストのね、キャッシュウッドさん、と、あと21シェアーズっていうところのですね、企業の方が、共同で提出したものになります。この ARK21、シェアーズビットコイン ETF っていうものですね。こちら資料の方の和訳になります。ARK とインベストが21シェアーズと ARK インベストが21シェアーズと共同提出したものになります。はい、で続いて、こちら、最後になります。スポットビットコイン ETF の申請者は、最初の第1版に承認されたい場合、12月29日までに提出書類を更新しなければならないということで、この方ですね、チャンネル登録者数11万人のクリプトローバーというね、チャンネルの方を運営されている方になります。で、この方もね、このアークが提出した5回目の修正案をね、提出したものを引用、されております。スポットビットコイン ETF の申請者は対象の第1波を承認された場合、12月29日までに提出書類を更新しなければならないということで、書類の方が提出ありましたよというふうにですね、共有のされております。ということでね、ここまでがビットコイン関係の情報になりますが、来年ですね、そのビットコイン ETF がもしかしたら承認されるかもしれないということでね、情報の方いろいろ出ておりますので、またね、いろいろ直近の方で、調べながら、またビットコインの情報もですね、どんどん出していきたいかと思います。で、僕の方はですね、リップル関連だったり、SEC 関連、あとは XRP レジャー関連もですね、毎日海外の方から情報の精査してまとめております。できるだけ動画もですね、毎日配信できるように頑張っておりますので、よかったらまた別の動画も見ていただければと思います。また質問に関しても受け付けておりますので、動画のコメント欄、概要欄に僕の公式 LINE のリンクですね、貼っておきますので、何か気になることと暗号通貨全般の質問でも構いませんので、何かありましたら、そちらからご連絡いただけましたら、僕の方ですぐにね、ご対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、リップル仮想通貨投資で法人化に成功したやっさん LINE 公式アカウント開設、仮想通貨に関する悩みを専門家が回答しますということで、今僕の方ではですね、仮想通貨、暗号通貨の疑問をですね、気軽に、聞くことができるですね、LINE サービスの方を、提供の方をさせていただいております。何かね、気になることと、わからないこととですね、ご不明点とございましたら、こちらの方からですね、お友達追加していただいて、僕の方にですね、コメントをしていただければ、僕が直接ですね、コメントの方に、返信の方をさせていただいております。またですね、こちらの LINE では、1、本当は教えたくないハイブリッド資産運用法、2、投資経験ゼロでも毎月10万円目指せる投資手法。3、ブログ、YouTube では言えない仮想通貨の裏情報、などのですね、限定で配信させていただいております。特に、初心者だけど、投資で毎月安定して10万円目指したいって人には、かなりですね、有益な情報になると思いますので、この機会にね、よかったら、お友達追加していただければと思います。動画のコメント欄、概要欄の方に、僕の公式 LINE の登録リンクですね、貼っておきますので、そちらからですね、お友達追加していただいて、コメントしていただければですね、すぐに、ご対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。